お酒の大学チャンネル510ということで、ニュージーランドの高系ワインズの醸造家小山貴弘さん撮影をさせてもらっております。文ちゃん先生も文ちゃん先生です、はい、よろしくお願いします、はい、今回ですね、実は小山さんに質問をいろいろぶつけてみようということで、はい、ワインサロンフミエルの方で生徒さんたちからもちょっとこういうこと聞いてみたいなっていうのをちょっと集めましたので、小山さんに聞いてみたいと思います。早速質問の方いきたいと思います。一つ目の質問ですけども、小山さんらしいワイン、はい、とはどういうワインでしょうか。抽象的には味わいに関してでもいいですし、樹齢であったり畑であったり、作り方に関してでも、特に気をつけている点なんかあれば教えてくださいという質問がありました。かなりざっくりした質問どういうワインにしたいかっていうのはリースリングとピノだと若干違うんですよね、考え方が、はい、リースリングってやっぱ自分はドイツでいろいろ勉強させてもらって、かなりやっぱり作っていく品種で、例えばですけど寄付がついた時は炭を入れて成長するみたいな。炭って消臭と色を取るのと、2つの効果があるんですけど、カビ臭さが取れて綺麗なワインで寄付の香りは残しつつっていう、あとは低温発酵させたりだとか酵母を使ったりだとかで、そのリースリングっていう品種が持ってるいいものを出してあげよう醸造家は結構手を貸してあげる品種だと思うんですね。綺麗なワインを作りたいっていうのはやっぱりリースリングの気をつけてるところですかね。だから石油粉も出ないとか酸化させないとか、その辺でピノに関してはできるだけ手を加えない綺麗な状態で、選果をきちんとして畑で選果をしてワイナリーでもう一度選果台にかけて、ただその代わり成長もしなければろ過もかけない、要するにブドウをできるだけ絞って発酵してそれをそのままボトルにそっと入れてあげる。発酵段階でビジャージュしたりはするんですけど、ワインを動かす時間を回数をできるだけ少なくしてあげる。でもそれをやるにはやっぱブドウが綺麗じゃないとできないので、やっぱり病化にやられてるブドウっていうのは何かしらやってあげないと揮発酸であったりとか、お酢になっちゃったりとかいろんなことが起こりうるので、それを手を加えないで起こすにはやっぱり綺麗なブドウで仕込むっていうのが一番大事なので、逆にリースリングなんかもちょっと多少寄付が入っていようが逆にそれが複雑になるので、リースリング作りとピノ作りは全然頭をかなり切り替えないと。ピノはだから手前の部分でできるだけ手を入れて洗をしっかりしていくっていう、当然ね、その発酵中の温度が上がりすぎそうになったらちょっと冷やしてあげるとか、そういうことはある程度は必要なんですけど、英語圏だと自然派っていう呼び方はあんまりしなくなってきて、ミニマムインターベンションワインっていう言い方が結構広まってきていて、人の手が加わるのを最小限にしましょうっていう呼び方が結構増えてきてますね。ブドウが大事なんですね。そうですね。オーガニックワインっていうね、今日本だとね、自然派とか名前だけ先行して流行ってしまってるっていうところはあるんですけど、もうじゃあそのステージじゃなくてもう次の、そうですね、サステナブルみたいなのの時代がちょっと今終わりかけてて、サステナブルからリジェネレティブになっていくっていう、サステナブルって現状維持なんですけど、リジェネレティブはそのもっと良くしていこうって、土壌を耕すのやめましょう。これは何でかって言ったら、土壌にやっぱり二酸化炭素が多く含まれているので、耕すためにそれが空気中に逃げていくので、耕さない状態で植物をそこに育てることで土壌を豊かにしていこうとか、そういう方面にコンセプトがやっぱりどんどん変わっていってるので、もちろんオーガニックはオーガニックとしてありますし、美をやる人は美をやる人でいるんですけど、やっぱりその中でもやり方も変わっていくし、そのオーガニックのあり方自体もいろいろ変わってきてるのかなっていう感じは。なるほど、リジェネレティブ、使わせてもらいますありがとうございます、質問2つ目に行きます。ニュージーランドと北海道の栽培と醸造方法に違いがあればお聞きしたいです。栽培に関しては北海道の場合は VSP、技をやるときにこれはやっちゃいけませんよみたいなの結構あるんですね、そこを無視しちゃってる畑が多いかなっていうのは若干感じますね。
それは北海道です。北海道で植えて形をまず決めるときにきちんとやっておかないと、もう一度固まってしまったものってもう戻すのに一回もう下から出てる芽を残してもう上全部切るみたいなことをやらないと戻せないので、結構なかなかすごい畑もあって、どこの畑とか言いませんけどうちのラベル見るとドラゴンみたいなこんななってるやつとかうわこれって一体どうやったらこんななるんだ、でもいいやあとはその規模ですね。北海道に限らず日本の畑って1個の規模が小さいんで、小さい畑が点在してるんですね。あれは機械化する上ですごくやりづらいと思うんですよ。それは1個の広い畑じゃないとできないんですね。あとはもうトラクター使うにしても、例えば面積これぐらいだとしたらトラクターが U ターンするスペースが両サイドに必要なんです。だから細かく分かれていくとそのデッドスペースがいっぱい出ちゃうので、なかなかトラクターも使いづらい畑の起し方になってしまっているので、この先人件費がどんどん上がっていって機械化するときにやっぱり日本の畑はなかなかそれが難しいなっていうのが印象ですかね。だその辺のなんか合理性みたいなのも含めてやっぱりニュージーランドの場合は畑の設計からそこまでやっぱ考えていっているので、斜面とか結構厳しくてそういうところやっぱり生産コスト上がっちゃうんですけど、丸ごろなんかフラットな大きい畑開いても全部機械化してやってるので、そこはやっぱりなんかもともとがやっぱり大きな企業が参入してそうですね、大々的に開発しようっていうからそれはできる。そうですね、個人の農家さんがいくらやっぱりただやっぱり向こうで小規模って言っても、日本でいう何単みたいな畑をたくさん持ってるっていう人はまずいなくて、例えば3ヘクタールを1枚の畑で持ってるとか、そういうちっちゃい畑がやっぱ点在しちゃうとマネジメントがすごい大変だなっていうのが、あとは日本の人頑張るんですごく頑張るそこまで頑張らなくてもいいような真面目に手を抜けるような畑作りをした方が長続きするんじゃないかなとは思うんですけどそれこそ農家の働き方改革ですね本当にね。やっぱボランティアさんに頼るみたいなところもすごい大きいし、ボランティアの取り合いってもうすでにちょっと起こり始めているので、ビジネス的にもサステナブルじゃなくなってきちゃうので、その辺を今からやっぱちょっと考えていった方がいいんじゃないかなっていう感じはしますね。なかなかちょっと深いこと話になってきましたけどありがとうございます。じゃあ続きまして質問3つ目になります。昨今いろいろ報道のある気候変動の影響やそれによる工夫などはありますか？はい、ありますね。気候変動をやっぱり肌で感じるぐらい、ワイパラでワイン作り始めた時のピノの収穫って早くて3月末で大体4月入ってからだったんですけど、例えば21年22年って3月の前半で収穫始まってるんですね。3週間ぐらい収穫時期が早くなってきてるんで、ワイパラのピノに限って言えば今まではその有効積算温度がブルゴーニュより低かったんですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。アルザスとブルゴーニュの真ん中ぐらいの積算温度で、しかも日照が強いので、糖度が上がりすぎる傾向にあったんですね。ブドウの熟しを待っていったら糖度だけ上がっていく。だから2000年代のニュージーランドピノって大体 14%、14.5% が当たり前でアルコール度数が高いですね。それがあったかくなってきて早く積めるようになってきて、その糖が上がりきる前にブドウが熟すようになってきたんで、だからこの辺って全部 13%、12% 台なんですよ、ピノが。そういうことなんですね。だから今のところいい方面にその働いてるんで、ただスピードが速いのでこのままいくとどうかなっていうのがあるんですけど、あとはやっぱ霜の問題がやっぱり一番大きくて、春先の霜で芽が焼けちゃうんですけど、それが今までは9月終わりから10月半ばぐらいまでがですけど、去年11月に来てるんですね。だからそういう普段起こらなかったようなことが起こるようになってきちゃってるので、なんか予想がつかないことが、それに対応しなきゃいけないってことですよね。そうなんですよ、アップデートしていかないと、今まではこうだったからがだんだん通用しなくなってきてるので、あとはその品種を対策しようと思ってる人はちょっと前からピノだけじゃなくてカベネフラを植えたりとか、そういうこと始めてる人も何人かはいますね。この感覚では僕が生きてる間はピノでいけるんじゃないかなと思ってるんですけどどう変動するのか正直分からない。そうですね、実際ねボルドーなんかはね新しい AOC で使える品種足したんで、でもボルドーはできるけどブルゴーニュはそれできないので、
そのうちシラーの産地になるかもしれないですよね。いやただワイパラに関しては今のところ品種まで変えなきゃいけないぐらいまではまだいってない、逆にうまくいってるなっていうのは、まあ、世界的な問題ですね、そうですねこの気候はい変動に関しては、はいありがとうございます。じゃあ続きまして質問、前回の小山さんのワイン会の時にサンジョベーゼに注目していると聞いた気がするんですが、その後いかがでしょうか。それはね多分勘違いで、間違いネピオロです。あネピオロです。はい。ピノ以上に難しいってやっぱりその栽培家の中で言われていて、実際にそのピエモンテ以外で美味しいネピオロってほとんどないんですよね。確かにそうですね。そうピノはまあ世界中にも今あるんですけど、ネピオロって実はないんないでですすよね。ね、確かただ僕が言ってたオーボンクリマーはジム・クレンデレンの、まあ、亡くなってしまったんですけど、彼のプライベートラベルの方のクレンデレンファミリーで何年かに1回ネピオロを出していて、でセントラルコーストのビエンナシードの1区画彼が選んで、ここならネピオロいいっていう区画を選んで植えた畑があって、それがなかなか素晴らしいワインで、イタリア人が飲んでもびっくりみたいなすごいいいワインで、僕もそれ飲んでピエモンテ以外でできんじゃんみたいな今オーストラリアちょこちょこネピオロ始めてる人いるんですけど、やっぱりなんかねいまいちなんですよね。バローロにしてもバルバレスコにしてもそこまで熱くないので、ワイパラできるんじゃないかなって思っていて、で特にあの辺って、まあ、石灰岩で斜面の畑が、バローロバルバレスコって斜面以外も一切植えてないので、ネピオロは。なのでワイパラの斜面の北向き、まあ、南半球なんで北向きだったらできるんじゃないかなと思って、まあ、前の会社の時に1畝だけ植えたんですけど、あれがちょっとどうなったのかはもう会社離れちゃってるのかんないんですけど、僕は可能性としてはあると思いますし、実際丸ボロでヘルツォックっていうワイナリーがネピオロを作ってるんですね。ただこれ毎年はやっぱり熟さないっていう話をしてましたけど、ただよく熟したとしてやっぱりかなりいいものができてきてるので、ピノやる人ってネピオロ好きな人実は多くて、ボルドー系ってやっぱりブレンドしてっていうのがあるんですけど、ネピオロとピノってやっぱ共通してシングルバラエティで、で、まあ、熟成してくると結構この2つのワインが似てくる感じもあって、で色もそんなに濃くはないっていうところが割と共通してて、やってみたいなっていう、まだでも実現はしてない。そうですね。じゃあまた将来的にはそうですね、どっかのチャンスで、まあ、自分で植えなかったとしても誰かにちょっと植えなよってじゃあ今後、まあ、10年ぐらいで先になるともしかして出てるかもしれないと。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、南半球は温暖化の影響が北に比べて少ないと言われていると聞きました。であるならば、今後伝統的品種に力を入れていくというより、ニュージーランドがワインの生産地として最適になっていく可能性が大いにあると思いますか。すごい難しい話で、さっきも言ったようにブルゴーニュがいつまでピノできるかみたいな話はワイン産業でやっぱり言われているのは言われてるんですね。まあ、だからかどうか分かんないですけど、ブルゴーニュ生産者がニュージーランドで畑を起こしたりとか、アメリカの生産者がやったりとかっていうことも出てきてるので、なくはないんでしょうけど、例えばピノでブルゴーニュにとって変わる日はそんなに近くはないと思います。実際にやってる身として積算温度調べて、これの品種ならいけるみたいなで大学と研究してみたいなのをやってきて、短期間でものすごく伸びたんですけど、ただそんなに簡単に追いつけるほど甘くないよっていうのも実感で、ブルゴーニュの一番いいやつとニュージーランドの一番いいやつ何でもいいから開けてあげるよって言ったら、間違いなくブルゴーニュの一番いいやつ選びますよ。それがいつか追いつく日は来ると思うんですけど、そんな10年20年の話ではないと思うんですよね。温暖化とか気候変動でニュージーランドの方が向いてくるようになるのかもしれないですけど、その樹齢とかも含めいろんな意味でまだまだニュージーランドがリーダーになるっていうのは、多分自分たちの世代は無理だろうなと思っていて、クローンの研究って実は1年に1回しかできないので、この雨の多かった年はこのクローンのパフォーマンス良かったりとか、乾燥してる年はこれ意外と良かったりとか、どのクローンが向いてるかっていう今データをいっぱい集めてる段階で、それを下の世代に渡すのがやっぱ今の世代の仕事だと思うので、その中でどんどんクオリティを上げていって、その次の世代かその次の世代ぐらいでブルゴーニュとニュージーランドどっちしようかなみたいな悩む時代が来ればいいなとは思いますけど、まだまだ多分。北海道はどうですか？北海道にブルゴーニュの生産者の方たち、モンティーユそうですよね。はい、モンティーユ
彼らもどこまでできるかまだ分かってないと思うんですよ。あ、そうなんですか。土壌地質全部調べてやってるので、ある程度賞賛はあると思うんですけど、ただ正直言うとモンティーユが函館のワインがブルゴーニュのワインよりうまくなるとは多分思ってないと思うんですよね。そうなんですね。まあいろんな理由で彼はあそこで決めてやってるんですけど、クオリティがすぐに函館のブルゴーニュみたいになるとは間違いなく思ってないと思うんですよ。何世代もかけてきてやってる。そう、まあそういうことです。情報化時代そのスピードが速くなってるのは間違いないんですけど、だからといってそんなにすぐ追いつけるとは思えないですね。生産がだから年に1回が年に2回になるわけないですそうよね。なんですよね。僕から質問してもいいですか？もちろん。今、ニュージーランドでワインの醸造をしてますけども、いずれなんか日本に帰ってきて日本で醸造してみたいとか、なんかそういったことはあるんですか？今のところはないです。今のところはないです。今日本で北海道でやっているプロジェクトは、やっぱり面白いですし、その一昨年初めて日本のブドウできちんと仕込みをしたのは初めてだったので、それは面白いんですけど、実際に今どっちを選ぶかって言われたら、ベースはやっぱりニュージーランドのまま、リースリング、ピノっていうその2品種を見た時に、やっぱりまだニュージーランドがうまくできる、苦労少なくできるいいものが、その65とかもう引退間際になったらまた気が変わるのかもしれないですけど、今はやっぱり醸造家である間はニュージーランドでワイン作りたいなっていうのはありますね。逆にそのニュージーランドで今日本酒とかもやってて、それも結構楽しくなってきてるのでね。そう、日本酒やられてるんです。日本のものをニュージーランドでやるっていう。それをまた日本に逆輸入するってこともあり得るんですか？多分ちょっとだけは入れると思うんですけど、樽使った日本酒を作る、ワイン樽を使ってやってるので、一樽だけなんで、数が限られてる。3月ぐらいには瓶詰めする予定なので。そうなんですね。いい情報を引き出してしまった。高系ワイン、実はお酒の大学 EC サイトでも販売を開始します。 URL を概要欄の方に入れておきますので、こちらの方からポチッとしてみてください。お酒の大学チャンネル510、動画のご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。リクエストがあればいろんなことにも答えていきますので、ぜひコメントを寄せてくださいね。ではまた。